どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画は薬局でこれ見かけたら絶対買って使って間違いなしのシートマスクを紹介していきます。それでは始まります。スタート。まず私の肌質から紹介していきます。そういう人が好んでおすすめしてるシートマスクなんだなって認識で見ていただけたら、皆さんの肌に合いやすいのか、求めてる効果を得られるのか判断しやすいのです。私の肌の特性的に薄め、潤いを蓄えるスペースがないので潤いを保つことが難しい。その反面浸透しやすいんですね。なので効果が良くも悪くも出やすい。そして普段スキンケアに求めていること、どんな気持ちでスキンケアしてるかっていうと、まず張りが欲しい、透明感欲しい、10代の時のようなで滑らかな肌になりたい。日光に当たってもボコつきのないゆで卵みたいな肌になりたい。はい、そんなとこです。それでは早速1つ目はこちら、クオリティファーストセラミド100ダーマレーザーパリ弾力高保湿シリーズの中でも一番潤いに特化したマスクです。今ねちょうど洗顔後なんですけど、基本的にもう洗顔後ってセラミドがどんどん失われていくんです。でマジで多分セラミドケアを結構重点的にやると乾燥しにくいお肌になるかもしれない。その悩み解決するかもしれない。美容液のテクスチャー的にはドロドロ。見てください、この量やばくない？戻します。シートの素材は割としっかりめなので広げやすいです。厚み的にはこんな感じで、そこまで分厚くはないけど薄くもない。はい、こんな感じで形状と素材的にめちゃくちゃ貼りやすいですし、すごく密着もしやすいです。うわー、マジ包み込まれる感覚。アロマのような癒される香りです。私結構ユーカリの香りとか好きなんですけど、そういうちょっとハーブ系の香りがします。香りは少なめです。サイズ感で言うと結構おでこが広め。パッティングで言うとこちらは割と小鼻ばっくり開いてしまいます。これ何なんですかね、ちょっと毎度言っちゃってるんですけど、どうしてパックってこういう形状なんだろう。このクオリティファーストシリーズの好きなカッティングは鼻の部分が長いところなので、この鼻先までねしっかり保湿ができるんですよ。あとは私もエラ結構広めなんですけど、私のエラでもしっかりと覆えます。で顎先もペローンと剥がれちゃうくらいの無駄な長さっていうのは私の顔にはないです。で成分の特徴的にはこれもねグリセリンが入っているので、グリセリン敏感になっちゃうって方は要注意です。ナイアシンアミドも入っている、アスコルビン酸、ビタミン C も入ってる、パルミチン酸、グリチルリチン酸、3種類のセラミドが入ってます。並び順が多い順なのであればセラミドよりもナイアシンアミドとビタミン C が多く含まれてるぽそうですね。でどうして私が今回ねこのクオリティファストの中でもセラミドをおすすめしたいかっていうと、セラミドが不足してしまうと私たちのお肌ってもうどんどんバリア機能が弱ってしまって、ただでさえ今乾燥しやすいんだったらもっと乾燥しやすいお肌になってしまうんですね。なので洗顔後セラミドを失われてしまったお肌をセラミドでまた補う必要があると思うんです。その手助けとして有力なアイテムだなと思ったのでこちらを紹介させていただきました。でまとめると、セラミドは肌のバリア機能を強化してくれるので、全体的なエイジングケア、シワ予防、バリア機能を強化することによって乾燥からお肌を守ってくれる、よってシワができにくいお肌を作ってくれる。その他にも美白効果だったりアトピー性皮膚炎に対する効果もあるそうです。ただね、私はまだ感じたことがないんですけど、敏感な時期にピリついたっていう方も口コミでいました。ちょっとね喋りすぎちゃって3分以上置いてしまったんですけど、見て、キメの細かさやばくない？剥がした直後は美容液が表面に残っているんですけど、そこまで手のひらでこうやって押さえつけなくても肌に浸透している感じがわかるんですよ。どんどん肌質が向上していくような見た目になります。マジで良くない？一番大事なのはこの商品の裏側に書かれてるこれどうかってところですよね。まず張り弾力は個人的にはすごく感じられます。しっとりしすぎてリッチな感じの仕上がりっていうよりも、シートマスクらしい水分感を補充してなんか引き締まっているから弾力感があるように感じる。高保湿に関しても時間が経っても美容液とかクリームとか乳液とかすぐに塗らなくても全然突っ張らない。
このハリ弾力高保湿は全てクリアしてると思います。続いてのおすすめはバイユアプランプハニーアクアセラムマスク。乾燥による毛穴の開きとかエイジングによる毛穴の開きに悩んでる人におすすめのマスクです。毛穴へのアプローチとしては肌に張りを出させて毛穴の開きが縮まってるように見せるみたいな、そういう効果の出し方です。こちらはマジでお肌ツヤツヤになります。蜂蜜系のスキンケアがツヤっぽい肌を作るっていうのが特徴なんです。なのでもちろん夜のケアとかでもいいんですけど、メイク前これを使うと内側から潤ってるようなツヤンツヤンのお肌をメイク並みに演出することができるので、メイク前におすすめです。シートマスク1枚で美容液を1本分浸しているそうです。かなりとろみが強めの美容液になってます。蜂蜜系の香りですね。薄めではあるんですけど、シートの素材自体かっちりしているので剥がしにくさとかないです。ゼリーみたいなちょっとプルッとした素材感なんですよね。めっちゃ貼りやすいです。シートマスクは小さめではあるんですけど、ルルルンより少し大きめです。ここの切り込みが浅めなので小鼻周りを覆えます。目は結構広めです。マジで顔がひたです。今日紹介するマスクの中だと一番液体が顔に塗ります。ただプルプルな分ツルツルしているので、目の下をこうやって覆って調整してもずれ落ちてきちゃうっていうところだけデメリットで、美容液が本当にたっぷり入っていて伸びもいいので、このマスク1枚で全身に伸ばせちゃいます。目立った成分でいうとナイアシンアミド、ロイヤルゼリーとプロポリスエキス、5種類のセラミドが入ってます。あとはパンテノール、アデノシンが入ってて、アデノシンはコラーゲンを破壊する酵素を阻害する成分なので、コラーゲンの合成を促進してくれる成分になります。なのでメインの効果の張りを出すっていう手助けをしてる成分です。アラントインが入っています。鎮静成分です。あとツボクサスエキスも入ってるので、これも鎮静成分。強い成分がありながらも肌を鎮静させる効果があるので、これを使っていてそのピリつきにくかった実感があります。ナイアシンアミドってビタミン C 誘導体と同じぐらい抗酸化成分なので、毛穴ケアも叶うしアンチエイジングもできる。はい、剥がした後はこんな感じです。トロトロした美容液が全然乾燥しないんです。10分15分20分とか置いていてもマスクが乾燥しないので、自分の水分を奪われることがない。ただふやけると肌が乾燥しやすい肌になってしまうので、10分に留めておくのがおすすめです。一日中自然なツヤを保つことができるので、よかったら皆さんもやってみてください。ルルルンプレシャス、いやー、チャンネル当初かなの私の渾身のシートマスクおすすめ紹介するって動画があったんですけど、その時にも紹介してるんですよ。その動画見たことない人にもぜひこれを知ってほしかったので紹介します。ルルルンは一番これがいい。特に30代の女性、22歳の肌の皮脂バランスを再現した保湿成分だそうです。肌メンテナンスを目的としたシートマスクなんですね。もうまさにそれ。これを使ってると肌がマジでメンテナンスされてるなっていう体感が分かりやすくあります。とろみはかなり強めのテクスチャーです。透明というよりも少し濁っているようにも感じます。シートの形状的にはしっかり厚めなので剥がしやすい。カッティング、本当にこのまま適当にバッてやってもよれないし、空気が入らずにピタッと密着してくれる形状になってます。ルルルンのマスクはだいたいこの形状です。素材的には繊維が見えるような一般的なマスクです。マジでルルルンマスクは一発ですね。秒で労力なしで密着させることができるので、疲れてる時にも使いやすい。で一番のお気に入りがもうルルルンの特徴、このカッティング、わかります？目元のカッティングが結構小さめに作られているので、目尻と上まぶたしっかり保湿することができます。こうやって好きな位置にずらした時密着するので、時間が経ってもずれにくいっていうところがお気に入りです。もう一つのカッティングお気に入りポイントはこの小鼻。ここカバーできるマスクってマジでルルルン以外あったっけ？馴染んだ後はこんな感じです。やばい。そこまで手のひらで押さえすぎなくても気づいたらもう浸透してるんで、使った直後でも肌質がぐんと上がって
たのが分かるぐらいすごい綺麗になる。使うたびにテンションを上げてくれるので持続させやすい、常にモチベーションを上げてくれる、そんなマスクです。これご利用ししてはいるんですけど、季節の変わり目とかに少しひりつきが私はありました。成分の特徴的には L22 っていうその22歳の肌の皮脂のバランスを再現したという保湿成分、セラミドが入っているんですけど、そのセラミドの形状が浸透型セラムカプセルって言ってカプセル状になっているので、3種類の神聖なセラミドを肌に届けられる。酵母ベータグルカンっていう成分がごわついた肌を滑らかにしてくれるっていう生成成分です。あとはナチュラルペプチド、いい睡眠をとった後のようにハリとツヤを導くハリツヤ成分、ごわついた肌を滑らかにするっていうのがこのシートマスクを使っていて一番感じた効果です。どんな方におすすめしたいかっていうと、年齢が気になる人、肌20代の時と変わったな、その変わったなって感じる理由は多分そのごわつきやすかったりくすみやすかったりで感じちゃってる人にはメンテナンスとしてこのシートマスクぜひ試してみてほしいです。続いてネイチャーリパブリックパーフェクトバランシングモイストゼリーマスク。これはまず見かけたら絶対試してみてほしいです。とにかく使いやすい。これに慣れちゃうとこればっかりに手が伸びちゃうんじゃないのかな。だって結局シートマスクしながら何かするじゃないですか。ストレッチだったり喉乾いたりお友達とおしゃべりなんかもね、このマスクしてる時はしやすいので、ごめんちょっと笑わせないでマスクずれちゃうみたいなことをわざわざ友達に断らなくても快適に貼り付けられる。しかも保湿に妥協感もない。テクスチャー的には見た目だとかなりとろみがあるんですけど、伸ばしてみるとサラッとしたテクスチャーです。美容液の量は7枚入りに対して 100ml が入っているので平均よりも多いということはないです。むしろ少し少なめかなと思います。美容液が多いっていうわけではないんですけど、ジェリー状ということもあってシートマスクにしっかりと液体がまとわりついてくれているので顔にはたっぷりと美容液が行き届きます。いい話しかないんですけど、このマスクには1点だけ言うとしわくちゃになりやすい。薄いからかな、ちょっと剥がしにくかったり広げにくいっていう口コミが多かったです。かなり極薄なシートマスクになってます。素材で言うと肌ではわからないんですけど少し毛羽立っているような感じですね。繊維が薄く見えます。大きすぎず小さすぎずっていう感じですね。そこまで大きさに特徴はないシートマスクだと感じます。あんまり香りはしないですね。密着感がとにかくすごいんですよ。わかります？この喋ってても全然口周りに空気が入っていかないんですよ。最初の5分間はこうやってニコって笑っても戻るんですよ。であとは小鼻に外側のシートマスクが届いてるんですよ。で目の周りは少し大きめの作りになっているところがここだけ少し惜しいなと思います。それで剥がしていきます。15分経った後はこんな感じです。やばくない？この保湿力。もう何もいらないこの後ってぐらい水分も油分もすごくバランスの取れた保湿の仕方をしてくれてます。全体的に肌も明るい印象になってくれるのでしっかりと水分補給ができてるのかなって安心感を与えてくれます。成分で言うとナイアシンアミドとグルタチオンが入って美白成分がメインで入ってます。でナイアシンアミドとグルタチオンは保湿力だったり毛穴に対してのアプローチもしてくれる成分です。あとはパンテノールが入っているのでこれも保湿成分になります。あとシカウォーターが8割も入っているので肌荒れ対策なので季節の変わり目だったりスキンケアでちょっとピリつきやすいなっていう方にもとても使いやすいシートマスクです。季節問わず年齢問わずとっても使いやすいシートマスクです。本当になんとも欲張りなシートマスクです。シートマスクらしい水分補給感をながらでもしっかりと味わいたいという方にとてもおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。今日は薬局で買えるおすすめシートマスクたちの紹介でした。シートマスクどんどんする人が増えてきたと思うんですけど、恵み様のねおかげでよりかなり有力なアイテムだということを再認識させてくれたということだったのでインスパイアされて私も過去一たくさんのシートマスクを直近で使って試してみた中で本当にいいなと思ったアイテムたちを厳選しました。よかったら皆さんのニーナさんそれよりもこんないいものあるよ試してみてって思うアイテムとかもしあったら教えてもらえるとめっちゃ嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな参考になったなと思っていただけたら
よかったらチャンネル登録高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。